皆さんこんにちは。島田マシンツールチャンネルです。当チャンネルは世界中の工場の生産性を上げるというテーマと、他社がちょっと思いつかないような違ったアプローチで物事を解決するというテーマで様々な動画をアップしています。大ロットとか大量生産とか量産部品とかって言われる数の定義は明確にはないんですが、1ヶ月の生産個数が1万個とか10万個とか、そういった個数の生産量の部品をいかに早く加工するかというテーマで、これまでもいろんな動画をアップしてきました。そうですよね。究極的に早いのは1個2秒とか、超高速加工が可能なソリューションを公開してきましたよね。1個2秒っていうのは非常に加工内容がシンプルでとか、サイズも直径 10mm とか 20mm 以下みたいな小物部品、それから使う刃物の本数も4本とか5本、あるいはそれ以下みたいなっていう加工なんですよ。なるほど。単純な加工だけでなく、もうちょっと複雑な加工で加工時間が長くなる部品には6スピンドル旋盤って提案しづらいですもんね。もっと刃物の本数を10本とか20本使うとか、ワークのサイズもさっき 10mm とか 20mm って直径で言いましたけど、100mm とか 150mm とか 200mm 近くとか、それから複合加工、ミーリング加工とかですね、そういった複雑加工っていうのも必要なワークっていうのがありまして、それをいかに早く加工するかっていうのが今日のテーマにしたいと思ってます。確かに最近は複数の部品が一つに統合されたせいで複雑な加工になっている部品とかもありますもんね。それを月産で数万個とかってなると設備台数が多くなりすぎてしまってユーザーさんの設備投資も大変ですよね。ということで今日のテーマは刃物をたくさん使う加工や複合加工をターゲットにしたサイクルタイム短縮方法になります。ちょうど私の後ろにあるこの機械が3つチャックがついていて、工程を3つに分割するという機械になります。一番上にあるこのチャックでワークの取り外しとか計測なんかっていうのを行うことができます。ちょっと今これカバーに覆われてるんですが、この中も実はワークの長手寸法、全長寸法だとかっていうのを測る機構がついてるんですが、他にもこの辺の空いたスペースを使ってワークの外径とか内径とか、あるいはカメラなんかを設置すれば一度に多数の箇所の計測を行うこともできます。で、こちらのポジションっていうのはワークの付け外し、要はチャックのクリーニング、計測で完成したワークをちゃんと並べてあげるみたいなことをするポジションですね。下に2つチャックが付いていて、こちらがその加工するエリアになるんですが、取り付けられたワーク素材が左側のですね、ステーションに移って、こちらで加工の半分ぐらいまでをこなし、次に右にテーブルがぐるんと120度回って、右のステーションに移って残りの半分の加工をし、でまた120度回って上に戻ってきた時に完成みたいな、これらの動きを3箇所が同時にこなすという、そういう機械になりますね。下が加工するステーションって申し上げたんですが、それぞれのチャックの対向側にこれとこの2つがですね、いわゆるタレットというか刃物台になるんですね。本当ですね。先ほどから複雑加工や複合加工とおっしゃってるんで、タレットってヒーリング加工とか回転工具が使えるタレットなんですか？はい、そうです。機能や仕様に関する詳細は、この後の動画で説明していきたいと思うんですが、まずはこの刃物っていうのは1つのステーションに刃物が10本つくんで、2台のタレットがあるんで合計20本の刃物が取り付けられるということですね。 ATC のように40本とか50本とか60本とかそれだけの刃物はちょっと付けられないんですが、量産加工という分野において20本ぐらいの刃物を必要とするワークということで言えば、それなりに広いカテゴリーを領域に収められてるんじゃないかなと思います。そうですよね。最近だと C 軸やミーリング加工を必要としない線索加工だけでも刃物を10本以上必要なんていう加工時間の長いワークも結構出てきましたもんね。そういうお客様の期待にお応えできることを私たちは考えて、今からちょっとこの3スピンドル旋盤の実際の動きについて説明していこうと思います。まず上のステーションでワーク材料ですね、ブランクパーツをチャッキングさせます。取り付けられたブランクパーツはテーブルが120度回って左のステーションに移って、ここで加工の半分までを行い、でまた120度テーブルが回り後半の加工を行う。もちろんその2つが同時に行われてるんですが、終わったら上に戻ってきて完成品になってますので、ワークを計測したりとか、完成品をこの今もロボットがついてますが取り外して、箱詰めしたりとかコンベに流したり、そういったようにこのテーブルをですね3つの部屋に区切って
て同時に仕事を行うということで、私はその天下3分の K ならぬ皇帝3分の K とでも名付けたいと思うんですよね。天下三部って三国志のですか？三国志に出てくる最高の軍師である、諸葛孔明が天下を一つと捉えるんじゃなくて3つと捉えて、でそれぞれでちゃんと国を統治していけばいいじゃないかというふうに発案したということですね。それを一つの機械を3つの部屋に分割してもらって同時に加工していくということですね。さしずめその位置的にですけどね、三国志だったら一番上の着が曹操が治めた義とかになりますかね。左下劉備玄徳が治めた蜀ですかね。右下になると孫権が治めた呉みたいな形の位置関係にちょっとなると思うんですけど、余談ですが、私のですね、実は息子も孔明という名前を付けてまして、天才軍師みたいになったらいいなと思う名前を付けたんですが、現在のところですね、我が家の軍師というよりもボケ担当みたいな形でですね、うちの家庭に笑いを提供してくれるような明るいボケ担当という形にはなってるんですけどね。話はちょっと戻しますと、一連の工程を順次行っていくんではなくて、この空間を3つに分割してしまって同時にその工程を進めるということで、工程3分割、工程3分の K という形でちょっと呼ばせてもらいました。なるほど。この機械は見た目的にも高スピンドル旋盤の HS4200 と似てますが、各々の機能や部品で似てるんですか？そうですね、実はほとんどのパーツが共通になっておりまして、違う点というと、ご覧のようにテーブル、僕らキャリアって呼んだりしますけど、このテーブルに3つ穴が開いてて、スピンドルが3つ入ってる。なんで3つ穴が開いてるか、4スピンドルだったら4つ開いてるか。それから、主軸ベルトがちょっと違うとか、正面のカバーが4分割ではなくて、クロスになってるんじゃなくて3つに割れてると。それぐらいの違いですね。細かい質問にはなるんですが、高スピンドル旋盤は4つのチャックを2つのグループに分けて、表加工と裏加工、2工程を加工するっていうのをよくやられてると思うんですが、この3スピンドルってどうなんですか？3スピンドルの場合は、4スピンドルのようにその2つに分けるということはちょっとできませんので、チャックのサイズが1工程と2工程、チャック径ですね。チャック径が1工程と2工程で変わらない部品であれば、表裏両方加工できます。例えば、エルボとかね。エルボって L の形になってて、端っこじゃない真ん中のとこを掴みますから、でそれで1工程も2工程もどちらもやりますので、エルボとか、あるいは例えば六角材があって、その両端を穴開けたり、ネジ切ったり、みたいなことするそのフィッティング、口金とかね。そういったチャック径が1工程と2工程変わらないような部品であれば両方できるんですが、多くの部品は1工程と2工程でちょっとサイズ変わりますので、そういう時は1工程だけの加工になりますよね。この機械で1工程だけを完結として捉えて、例えばそのもう1台3スピンドルを配置するとか、4スピンドルを配置するとか、でそれで連結するとかね、そういった使い方でもいいと思います。こういうチャックが複数ついたテーブルの方が移動する機械ってアイドルタイム、いわゆる無駄な時間がすごく短いですよね。一般的な対向2スピンドルとか、平行2スピンドルとかシングルスピンドルを連結させてワークを運んで着火し直す方式と比べたら、タレットと同じように1回インデックスするだけで工程が変わりますもんね。この機械の場合っていうのは、実はこのテーブルがこう回る時間っていうのは 1.2 秒なんですよね。同じように2つチャックがあったりとか3つチャックがあっても、そこでワーク同士をこう移動させてっていう場合に比べればもうはるかに短いタイプになりますね。なのでイメージとしては、単臓器、多段フォーマー、パーツフォーマーっていうのはありますよね。ああいうのっていうのはそのワークが例えばこうあって、そこにこうバーンとこう打ち込んで、で1プロセス行って、次にこう打ち込むのかな。で2プロセス目にこう移動してこう打ち込んでみたいな形でこう単造するワークがこう順次移動してきますけど、あれっていうのはそのコンマ何秒かでやるような世界だと思うんですよね。イメージとしてはちょっとそちらの方に近いかもしれませんよね。ここで動いてる様子をご覧になっていただこうと思います。でストップウォッチでですね、テーブルが移動する時間っていうのもちょっと実際にここで測っていこうと思います。いかがでしたでしょうか。3つあるステーションをフル活用して3つが同時に働く。工程の時間はとにかく短く 1.2 秒に抑える。刃物は最大で20本使用できる。空洞加工や加工時間が長いワークの生産効率を上げるにはこういう方法もあるのかと感じていただけたら幸いです。単位労働コストを下げる、単位面積あたり売上高を上げるを達成して工場の生産性を上げていきませんか。今日も島田マシンツールをご覧いただきありがとうございます。この機械の詳細
細情報の方はチャンネルの概要欄の方にリンクを貼っておきますので、そちらの方もご確認いただければ幸いです。今日もありがとうございました。